5月9日に行われた千葉ジェッツ対群馬クレインサンダーズのハイライト動画のコメントを紹介します。渡辺裕太が普段どれだけ貢献してるのかを実感する試合だった。攻守ともにいるといないで別のチームみたいだ。ナビがいないとはいえ、千葉 J にティーマン、エドゥ、途中からなしで圧倒したのはえぐい。復活したトレイも頼もしすぎ。そしてチームの完成度よ、わらわらしかし切り替えて。ゲーム2で SF 行くぞ。もちろんそこまでの流れを作ったチームの凄さもあるけど、ケニーがこういう大一番でしっかり点決めてくれて嬉しい。このシーズンでいろんな経験して成長したんだろうな。シャーサーシクステフスはテンダブトとアトス。川崎時代の百戦錬磨コンビ辻と藤井優勝した広島のミリング HC ブラックシアーと中村千葉 J と琉球で優勝を経験した高群馬小杉ワロタ。0を37、この3が見たかった。復帰おめでとうトレ群馬強すぎた。選手層厚いし、ハードワークするし、中と外のバランスもいい。ブラックシアが献身的かつ非常に賢い。千葉はシューティング練習をしてたんですか？審判に文句言ってる人いるけど、絶対にそこじゃない。やってるバスケの質が違いすぎる。ドイツ代表とフィリピン代表を書いてこの実力はほんと強いわ。ナビの偉大さを実感する千葉 J だったな。千葉ディフェンスがソフトすぎる。ふわふわで助かります。博士れ。長崎のディフェンス見たら息できなくなるくらい強度が違いますね。群馬、長崎と当たって RS の借り返してほしいね。監督の采配に差がありすぎたね。群馬のゾーンの崩し方がうますぎて笑っちゃうわ。明日は頼むぞジェッツ。群馬明日も勝ったら長崎とお互い初 SF か。今シーズンの B リーグ面白すぎる。千葉を褒めてるコメントがこれしかない。激しく同意。かっこいいです。群馬強い、ナイス。ディフェンスが違いすぎる。いい試合をして引き続き B リーグを盛り上げてほしいです。ジェッツ明日勝てるんかこれ。琉球ファンです。千葉と戦いたかったな。シャク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 。ジョーンズとフリッピンから特大恩返しを受けてしまった千葉ジェッツ。ナイスサンダーズ。この勢いで明日勝ってベルカにも勝ちましょう。広島以来の B1 昇格勢チーム優勝なるか群馬クレインサンダーズ。しかも元広島が多すぎるっていうね。負けるにしてもここまで群馬のスペインピックが刺さると思わなかった。完敗。強かったわ群馬。群馬はファールドローが上手い選手が多い。ケリーや中村、藤井など。エドゥは怪我したのですかね。心配です。千葉はよくこんな試合ができるな。しかも CS のホームで。スペインピックすれば点が入る欠陥ディフェンス。いかに渡辺ムーニーだよりの守備してたかよくわかる試合だった。あとはダブルチームされた時の対処がシーズン中からずっと何もしないグリーソンも良くない。マジで群馬強い。多分一番タレント集団。藤井、辻の黄金期の川崎を支えた2人。優勝経験した中村。ブラックシェアカイル HC。コウも2回優勝経験してるし、試合の流れを変えられる選手が数名。なぜ中村は日本代表に呼ばれないんだ。でも何回か理不尽なファールも吹かれ方ありましたよ。ただ今日負けたのは絶対に審判のせいではないです。ティーマンなしでここまで強いとは？エドゥも怪我で8分しか出てないってな。渡辺裕太が脳震盪で試合出れないことを選手入場直前まで発表しなかった千葉ジェッツ。発表してたらチケット売れなかったからなのか、相手に戦略の理由上バレたくなかったから情報を隠してたのか。千葉応援してる側としてもいい笛ではなかったけど、群馬も同じ気持ちだと思う。2級の原に対するブラックシアなんてほぼ触れてなかったからね。明日頑張ってほしい。 X の千葉ファンの荒れ具合がもはや芸術でおもろすぎる。宇都宮も負けて荒れるぞ。これ。うお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 う。おおう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 。JG 倒して優勝まで行くんかな。群馬が普通に強いタクトとジェアは優勝経験があるから終始落ち着いて判断していた印象。渡辺裕太がいたら勝てたという問題でもなさそう。もうグリーソンは解任かな。千葉はジョンパと HC や大倉やマトやクリスがいた時が強かったな。千葉がこのままで終わらないことを信じてます。ジョンパと静岡に決まっちゃったしどうなるかね。吉本泰介が噂されてるが、果たして
今日は渡辺とムーニーおらんかったからな。来季は世代交代して新チーム発足かな。グリーソン HC スペインピック知らなかったもよ。今夜必死に一夜漬け勉強中。明日間に合うか？ジェッツこの間までは脅威だったのに、実際やってみて圧勝できてびっくり笑い。つからこんなに実力が開いたんだろう。かまま。ガンガ PG やるしかない意味不明な編成だし、HC よりも GM に問題があるような気がするんだけど、サナナイなし。群馬クレインサンダーズナイス勝利。群馬は選手層厚いな。メンバー変わっても強度変わらんし、千葉はホームなんだから意地を見せてほしいけど、やっぱ渡辺の不在は大きいな。群馬ってリーグ戦の途中までなんで上位じゃなかったんか説明できんくらい、リーグ序盤から不気味な存在やった。リーグ後半、チームメンバーの歯車が合わさってくる試合が増えて CS に来れた印象。スタートダッシュは良くて後半失速したジェッツとは真逆やな。終盤まではどこにも勝ててどこにも負けるって不思議な感じでしたね。毎試合そわそわしながら見てたシーズンでした。勝つとは思っていたけど、まさかヨハネス・ティーマンを欠いてこの点差になるとは。ファイナルは群馬と琉球になりそうやな。細川か。オンファイヤーしたらどうなってしまうんだ。幅。オブでも DF でも群馬が一枚上手だった。ジェッツは開始早々にシージンがファールトラブル。そこを相手、特にブラックシアがついて得点量産されたし、スイッチもできずミスマッチやフリーを作られまくった。これは最優先で修正すべき。さらにオブではミスが怖かったのか知らないけど、ホグやキンチか、原が RS のような果敢にドライブする姿が見れなかったし、結局特使のプルアップ3かリトルのゴリブル頼りになってしまった。ペイントアタックを一人で背負いすぎたリトルも2球で2回オフェンスチャージ取られてファールトラブルになり、後半は誰もペイントアタックできないただのシューティングジェッツになってた。あとホグ 3P 入らないとプレー全体的に適当になるのマジでやめてほしい。91でフリースローを決めたリトルと勝負どころで得点取り続けたトマカシはよくやったわ今日。ただ明日勝たないと2人の頑張りも報われなくなるから、トリマ明日勝って3戦目につなげよう。SF のベルカはその後。てかグリオジ PNR とダブルチームの打開策はいつになったらお披露目してくれるんですか？千葉は明日ナビが復帰すれば話は少し変わってくるが、前半のビッグマンのファウルトラブルは解消しないといけないな。リバウンドが全然取れてない。脳震盪は普通の怪我とかとは話変わってくる。瀬川が代表に選ばれてんのって何かのお笑い？東地区は順当に常連が負けてて面白い。三河と名古屋も頑張ってくれ。ナビは明日も出れない？脳震盪らしいですからね。多分無理です。もう悔しいです。真面目にやってくれ。わらこんなつまんないとこで終わっていいレベルのチームじゃないからな。ジェッツはアルバルクとかブレックスみたいに B リーグの歴史を背負うべきちゃんとしたチームなんだよ。B リーグの主人公が似合うんだよ。先陣切った長崎 VS 東京でも思ったけど、CS はもっとハードな試合が見たいかな。どっちかが楽に勝っちゃうと、RS 終盤の熾烈な順位争いを勝ち抜いた勝率7割近い上昇チームたちだけなんだから、もっとハラハラした展開を期待したいぜ。安野賞試合後は X で千葉ブースターが群馬に対する悪口のオンパレード。審判批判。千葉が嫌われる理由ってほとんどがブースターのせいだよな。 W。 点差もゲーム内容も RS の成績だって今年とは違うけど、3年前も広島にゲーム1取られてから2試合取り返したブースターが諦めてどうする？負けたくないんだったら私たちが応援するしかないでしょ。ユータは大丈夫なの？千葉ってこんなこの力頼りの OF するチームやっけ？トマスとリトルだけでバスケしてるん？あとトマスと瀬川の2ガードの時間は瀬川が空気すぎるのはなんとかならんのか？点数以上に差を感じましたね。ファンから否定の声ばっか上がるのは致し方ない感じもしますが、まだ終わったわけではないので切り替えて、今日よりもいい試合をしましょルーニーがいない時点で無理なのにナビまでいないとなると当然こうなる。元イングランド代表の FW の？皆さんさすがです。失礼しました。Who is ルーニー？ケボン？明日こそ勝ってくれ。ナビ不在とはいえ、ティーマン不在かつエドゥ9分弱負傷離脱によりオンワンの時間帯が長くありながら千葉 J を圧倒する群馬すごい。
例によって笛がうんぬんって意見は出るだろうけど、一方によることはなく基準も試合を通して一貫してた。この試合はシンプルに群馬が上手だったね。他のハイライト含め全部通して見たわけじゃないけど、金木ディフェンス終わってる。絶対千葉出て自分がゲーム決めるシチュエーションで使ってもらえるチームじゃないと腐るマジでもったいない。CS は個の打開力がないと点数取れない。千葉は結局毎年飛ぶしかいない。付け焼き場の PG なしも CS で通用するか疑問だったけど、やっぱりという感じ。ナイス解消。千葉の日中村のスリーショットがフロップって言ってるけど見返してもファールに見えるんだが、これで JT なしだからね。まあ千葉もムーンナビいないしな。ムーンの代わりの外国籍いるがな。群馬めちゃくちゃ強かった。本当にめちゃくちゃいいチーム。めっちゃいい試合になりそうだったのに、審判が壊した感がすごかった。後半から帳尻合わせのような感じになったが、前半のダメージが痛すぎてもう手遅れな感じでした。群馬のオフェンスに対して野の対策ができてない感じがあったので、明日は改善して勝ちましょう。群馬さん、明日もよろしくお願いします。ブラックシアー強すぎ。情けない試合。以上。千葉はなんか相手を格下で舐めてかかってそうに感じるんだよな。アルバルクと千葉さんさ、こんなつまらないゲームするなら北海道と仙台に譲れよ。一応言いますけど、レギュラーシーズンのようにうまくいかないことがあるのがチャンピオンシップなんですよ。アルバルクもジェッツもこういう試合がしたくてプレーしているわけではないので、そうやって結果論で負けたチームだけを否定するのはやめた方がいいですよ。ジェッツはなんとか東シーク2位を守りきりましたし、アルバルクだった4連敗スタートでしたけど、中盤から連勝を伸ばしてわずかに北海道仙台を上回ったっていうだけですよ。はっきり言ってガードの質が違いすぎる。群馬の方が日本代表レベルのガード揃ってるまで言える。ガラさんだいぶ劣化しましたね。トマブシのマンパワーも落ちたし、世代交代ですな。いくら NBA から引っ張ってこようと、いくらお金を使おうと勝てないリーグ B リーグなめんな。千葉15億くらい使ってこれって現実なんですわ。それで周りのチームを煽り散らすので迷惑この上ないですよね。千葉の場合、B リーグで超エース級になれる元 NBA 選手じゃないからな。千葉は大企業母体としないチームで、昔は金持ち球団ではありませんでした。客席ガラガラで経営破綻寸前まで行ったチームなので、お金をこれだけ使えてることがすごいのです。アルバルク東京と千葉ジェッツじゃなくて、ゾーネオフェニックスとレバンガ北海道が CS 出るべきやった。千葉もスイープか。何言ってんだ。3はリーグでも屈指の層の厚さやぞ。メイテンもヌアバ同様毎試合20点取れるし、日本人選手も点取れる選手が多い。その証拠が平均得点の高さに現れてる。ヌアバ依存だけで勝てないよ。順位で決まったことに対して何言ってんの？アルバルクジェッツにも失礼だし、3を北海道にも失礼すぎる。どこのチームも出たいし勝ちたいに決まってるだろ。何言ってんだってあなたが言えたことじゃないけど。マジかよ、すげえな。それだけのリーグ屈指の選手層を要したシノウは、上回ったジェッツとアルバルクはさらに強いんだね。ミスエはシーズン前半、主力5人のうち4人が怪我で離脱してて、それでこの勝率やで。全然何も知らないんやな。試合見てる？にわか？恥ずかしい？シャナエマ。じゃあ勝って出ればよかったじゃん。無視されてるからって2回も返信を送ってきて突っかかってこないで。さな恥ずかしいよ、ジェッツファンさなはず。無視できてないじゃん、ダッサ。たった2回すら無視できない小さな人間って思われたら嫌だから、こうやって相手を下げるコメントしとこうっていうくっそ小さいプライドが漏れすぎてて良いね。カラシフのか。層の厚さでカバーできるほどの強靭なチームじゃなかったって自白してるようなもんだぞ、サナマ。やめたげて。もう相手の HP はゼロよ、W。渡辺がいたらスペインピックされてもミスマッチは簡単にはできなかったかもね。今日は渡辺が出場できないこと分かってて、千葉があえて抑えたバスケットをしていたら賢いね。最初からゲーム3狙いで。群馬強いねにしてもジェッツ側のかわいそうな笛が多すぎた。大事な時に渡辺裕太はいなくなる。千葉の呪いやね。群馬クレインサンダーズがその驚異的な完成度で王者候補千葉ジェッツを圧倒しました。エース不在の苦境に立たされたジェッツは悔しさをにじませるも、この屈辱をバネに果たして明日のゲームで意地を見せられるか。チャンピオンシップは早くも波乱の幕開けです。